さて、愛知県の春日井市、皆さんどんなイメージをお持ちですかね。多くの人は名古屋のベッドタウンとか静かな住宅街って感じかもしれません。でもね、その穏やかな見た目の下には実は古代から現代まで続くものすごく多様でダイナミックな地層が隠されてるんですよ。さあ今回はその何層にも重なった春日井の本当の顔を一緒に1枚ずつペリペリっと剥がしていこうと思います。そうなんです。今回僕らが考えたいのはまさにこのポイント。春日井市はただの大きな都市の衛星都市なんでしょうか、それとも自分だけのエンジンを持って動いている自立した個性的な都市なのか。この問いをちょっと頭の片隅に置きながら早速その奥深くへと入っていきましょう。さあ、最初の層です。これは一番深くて、そして全ての土台になっている部分ですね。今から1500年も昔、この場所が実は尾張地方の政治権力のど真ん中だったっていう考古学が明らかにした真実です。この図がね、春日井の古代史を解くもうまさに鍵なんです。左が市内の網尻寺二子山古墳で、右が大阪にある今城塚古墳。この今城塚古墳っていうのが実は学術的に第26代慶太天皇の本当のお墓じゃないかって言われてるすごいクラスの古墳なんですよ。で、ここからが驚きなんですけど、この2つ、墳丘の測り方とか斜面の角度、埴輪の並べ方に至るまでまるで同じ設計図から作ったみたいにそっくりなんです。これどういうことだと思います？つまりね、6世紀の初めに中央の大和王権、特に慶太天皇とこの尾張を治めてた豪族がめちゃくちゃ強い政治的な同盟関係にあったってことなんですよ。中央のマスタープランが同盟相手の地方豪族に共有される。これってこの土地がただの田舎じゃなくて国家レベルの政治ネットワークにがっつり組み込まれた超重要拠点だったっていう動かぬ証拠なんですよね。しかもその権力は一代で終わらなかった。この表を見てもらうと分かる通り、網廟古墳群では中心の二子山古墳のすぐ後に全長84メートルもある白山神社古墳が作られるみたいに、約150年もの間巨大な古墳が次々と作られ続けたんです。これだけの規模の土木工事をずっと続けられるってことは、安定して労働力とか資源を動かせる強力なリーダーシップが代々受け継がれてたってことですよね。言ってみればこの土地に一つの王朝があったようなものです。まさに古代の尾張北部における政治の中心地だったわけです。じゃあ、これほど巨大な古墳を作れた背景には一体何があったんでしょうか。その答えの一つがテクノロジーです。この須恵これが朝鮮半島から伝わってきた当時の最先端ハイテク技術だったんです。それまでの弥生土器なんかは矢焼きに近い800度くらいで焼かれてたんですけど、須恵は山の斜面を使った登山っていう特殊な山で1100度以上っていう超高温で焼き固める。そうすることで水をほとんど通さないカチカチで丈夫な陶器が生まれた。まさに技術革命だったんですね。このスライドで本当に面白いのは、古代の人たちがこの新しい技術をどう使ったかなんですよ。彼らは須恵を作る渡来系の専門技術者チームをスカウトしてきて、埴輪作りのプロジェクトに参加させたんです。そして古墳から8キロも離れた場所に専用の生産拠点、言うなれば埴輪構造を建てて、そこで埴輪を大量生産した。これってただ物を作ってるだけじゃないですよね。違う分野の専門家を集めて生産拠点を一箇所にまとめて、めちゃくちゃ大きなプロジェクトをやり遂げる。これって現代にも通じる高度な産業マネジメントが1500年も前のこの土地ですでに行われていたっていう証拠なんです。さて、ここまではっきりとした仏性が残る古代史の話でしたけど、次に剥がす層はガラッと変わります。史実じゃなくて物語の上に作られた文化です。でもその力は決して物性に負けてませんよ。ここにね、春日井市の文化戦略の一番面白いところがあるんです。平安時代のものすごい書家小野道風。春日井市は彼が生まれた場所だっていう伝説を書の町っていうブランドイメージの柱にしてるんですね。でもスライドにある通り、市自身がそれを裏付ける歴史的な記録は一切ないんですよって認めてる、証明できない伝説なんです。普通ならここで話は終わりじゃないですか。でも春日井市はこの不確かさを弱点にするんじゃなくて、むしろ積極的に使っていく道を選んだんですよ。その象徴がこの同風記念館。ここはね、ただの記念館じゃないんです。
書道だけを専門に扱う全国でもかなり珍しい美術館として、学術的な企画展で書の歴史を深く探求する一方で、子どもたちの書道大会を開いたりして次の世代を育てることにもすごく力を入れてるんです。つまり歴史的に本当かどうかを突き詰めるんじゃなくて、この伝説を核にして本物の文化研究と次世代育成の拠点を作り上げちゃった。これって物語を現代的な価値に変える生きた文化システムを構築したってことで、その戦略的な発想が本当に面白いですよね。さあ、ここからが春日井の最もユニークで多分一番意外な層じゃないでしょうか。古墳とか書道とは全く違うこの緑の植物、そう、サボテンです。春日井は実生サボテン、つまり種から育てるサボテンの生産量で全国トップクラスを誇るサボテンの都でもあるんですよ。しかもこのブランディングがまたうまいんですよね。見てください、この3体の公式マスコット、春大、ひまる、伊之助。名前の頭文字をつなげると春下がい、春日、いになるんです。嵐のよりに南の国から飛ばされてきたっていう可愛いストーリーもあって、もともと外から来たサボテンがこの土地に根付いたっていう歴史をすごく親しみやすい物語に変えてるんです。でも春日井のサボテン革命は見るだけで終わりませんでした。この太陽の葉っていうブランドを立ち上げたことが全てを変えたんです。これはメキシコ料理でノパールって呼ばれてるウチワサボテンを食べられるように改良したもの。独特の粘り気があって味に癖がない。その特徴を生かしてサボテンを見るものから食べるものへとその価値をガラッと変えちゃったわけです。じゃあ具体的にどんな料理になるのって思いますよね。このスライドがその見事な例です。例えば人気店の中華料理鹿川ではラーメンの麺にサボテンを練り込んで、さらにスープにも加えて独特のとろみと爽やかな酸味を出してる。またウェイウェレのシェフなんて食用サボテン料理のパイオニアで、サボテンの特性を知り尽くしたいろいろな料理を出してくれるんです。誰も知らなかった食材を地域のグルメにまで押し上げた。すごいですよね。料理だけじゃないんですよ。和菓子の世界でもサボテンは大活躍です。ミノスラクではウイローとか大福、どら焼きに、水徳ではアイスクリームに、サボテンの鮮やかな緑色と癖のない味が和のスイーツと見事に合うんですね。見るものから食べるもの、そしてお土産へ、サボテンは完全にこの地域の資源として定着したわけです。古代の権力、伝説から生まれた文化、そして革新的な農業、これら個性的な層を実は見えないところからがっちりと支えている一番熱くて強い土台があるんです。それが春日井市の産業力、いわば背骨。85,143平方メートル。これある一つの工場の敷地面積です。王子製紙春日井工場の広さ、もうこの数字一つだけでこの町の産業のスケールの大きさが伝わってきますよね。しかもこの工場で作られているものって僕たちの生活に絶対欠かせないものばっかりなんです。物流を支える段ボールからネピアブランドのティッシュやトイレットペーパー、さらには大人用の紙おむつまで。普段あまり意識しないかもしれないですけど、こういう製紙業って現代社会のインフラそのものですよね。完全に自動化されたクリーンな生産ラインから中部地方の人々の暮らしを支える製品が毎日毎日送り出されてる。春日井の産業って僕たちの日常とがっちりつながってるんです。さらにもう一つ、その名もズバリ春日井製菓。全国的におなじみのグリーン豆とか粒組、あれもまさにこの春日井市の工場で作られてるんですよ。会社名がそのまま地名っていうことからも、この土地がものづくりの中心地なんだなってことがよくわかりますよね。さあ、ここまで見てきました。古代の古墳、伝説から生まれた文化、ユニークな農業、そして巨大な近代産業。一見するとこれって何の関係もないバラバラの要素に見えませんか？でも本当にそうでしょうか？これら全てを貫いている一本の共通の意図っていうのは一体何なんでしょうね。さあ、最後のセクションです。これまで1枚ずつ剥がしてきた全ての層をもう一度重ね合わせて、春日井市っていう都市の統合された本当の姿、そしてその未来の姿を明らかにしていきましょう。ここで一番大事なポイントは、これらの要素がバラバラに存在してるんじゃなくて、お互いに影響し合ってるってことなんです。これを僕は春日井の方程式と呼びたい。まず古墳や伝説といった歴史をただ保存するだけじゃなくて、博物館や教育プログラムっていう現代の文化資源へと創造的にくっつける力。次にサボテンっていう農業を
食とか観光と結びつけて、単なる農産物じゃない重層的なブランドを作り上げる力、そしてこれら全てのチャレンジを可能にしているのが、王子製紙や春日井製菓がもたらす産業の安定性っていう経済的な土台なんですよ。文化と産業、この2つが両輪となって都市を前に進めているんです。はい、これが今回の分析から見えてきた結論です。春日井市は単なるベッドタウンなんかじゃない、交通や水といった立地の良さを生かし、そして何よりも伝説を文化に変え、サボテンをグルメに変える人々のイノベーションの力によって、その深い歴史という土壌から常に新しい文化と産業の芽を次々と芽吹かせる生命力に満ち溢れた都市なんです。皆さんが住んでいる町にも、もしかしたらまだ誰も気づいていない意外な地層が眠っているかもしれませんよ。